FC 東京小原光代 GM、現時点では監督交代を納得できる結果ではない。前半戦総括。 J1 で17位に沈む FC 東京の小原光代 GM が20日、都内で取材に応じ前半戦の総括を行った。アルビレックス新潟から松橋力蔵監督を招聘して臨んだ今季は5勝5分け9敗、失点はリーグワーストの28で前半戦を折り返した。強化責任者である小原 GM は、結果として全く納得できる結果ではない。真摯に受け止めていますと厳しい表情で振り返った。 J1 残留ギリギリの17位と振るわない結果にも、現時点では監督交代を考えていないと明言。攻撃の構築は時間がかかる。結果を見るとあれだけど、内容や選手個々の積み上げは一定あると評価していると話した。今季掲げた目標は開幕前にあえて公にしなかった。しかしこの順位であることを受けて下方修正しています。目の前の試合に集中する重要性を説き、背伸びはせず慎重に共有したいと明かした。今後も目標を公にすることはないという。6月の特別移籍期間にクラブにゆかりのある2選手の獲得を見送ったいきさつを説明した。アカデミー出身で2023年まで在籍した阿部修斗がガンバ大阪、高卒で15年に加入し、22年までプレーしたディフェンダー小川亮也が鹿島アントラーズにそれぞれ入団した。共に東京から海外に羽ばたいたが、日本の別クラブに戻ってくる形となった。小原 GM は、我々にとって大事な出身の選手、コンタクトはもちろん取っていた。戦力、人数、予算、さまざまなもので獲得を見送らざるを得なかった。非常に残念。願わくば戻ってきてほしかった。苦渋の決断と悔しさをにじませた。さらに新天地で活躍していただきたいと言いつつ、また戻ってきてほしいと願った。ネットの反応。小原、ひでえな。今さら何言ってやがる。小原という無能 GM がいなければ8位くらいでぼーっと過ごせてた。3バックにした件に関してはコメントなしか？小原、お前はすぐに出ていけ。ひどい内容だな。まるで中身がない。佐藤龍之介をすぐにレンタルバックしろ。小原からしたらスポンサーもサポも蚊帳の外なんだな。それが分かっただけでも収穫か。こうやって取材を受けるならな、番記者さんたちももっと厳しい追及してほしいもんだが、そうでもしたらもう取材ができなくなっちゃうのかな。小原の言ってることも記事の内容も薄っぺらい。手なずけられた番記者しかいないからな。戦力、人数、予算の関係でって言うけど、それって GM の責任だよな。この程度の薄い考えしかないのを晒したとも言える。目標は言いませんが、応援よろしくお願いします。目標は言いません。何をどう言っても腹が立つ。結果を見ればもう少し改善の余地はあったなというところ。ただチームとして一つ3バックというオプションを持てたのは大きなこと。その中でも徐々にチャンスを攻撃でも作れるようになっていったのは大きかった。失点に関して言うと、攻撃で言えば、例えば3バックで言うと、後ろに人数が重たくなってしまい、前に人数をかけきれなかった。またクロスの失点も多い。そういった部分で改善の余地はあった。あとは当然ながらセットプレーの失点も多かった。シーズンの序盤にもお伝えしたように、松橋さんの新潟で作ってきたようなフットボールをすべて FC 東京に持ち込んで、そのサッカーをするわけではないというのはお伝えした通り、やはり FC 東京として独自の攻撃的なスタイルというのを築いていきたいといった中でなので、我々の持っているスピードある攻撃、特徴的な攻撃と、もう少しボールを保持して、しっかり相手の陣内に押し込んでいくようなところは、
うまくできていた試合も一定あったが、それが安定的に出せていないというのは事実としてある。バカです。こいつは。目線がバラバラなのはこいつのせいか。あれもこれも全部やれと言ってやれるわけないだろ。だからといって、クラブへのカスハラ行為はやめろよ。今、話題のコンプライ犯になるからな。小原の存在が客へのハラスメントでしかない。支援してるファン、サポ、スポンサーにも公言できない目標とか、会社としてやばい。悪の秘密結社並みで草。知りたい？知りたいでしょ？言わなはい。3バックに決めたのは監督の独断ではないようだな。今年の内容のどこを評価したのか教えてほしい。FC 東京のユース卒のセンターバックのひどさを世間に拡散しただけなのにな。3バックからの変形4バックで、センターバックにもサイドバックにもなってね。なんて言われたら、若手センターバックはそりゃ疲弊するわ。そりゃ松橋も切れないし、目標も言えないよな。それやったら自分がいられなくなるから。やっぱこいつに松橋を切らせなきゃいけない。3バックというオプションを持てたと思ってるのが怖い。かなりヤバい組織だわ。目標は言いませんが、下方修正をしています。我々がクラブに支払ってるチケット代、グッズ代とかの中から一部が小原の給料になってると考えたら怒り心頭なんだが。即刻、クビにしろ。こんなの百害あって一理なしだろ。そもそも4バックの力蔵が頑固に3バックにこだわり続けたのがおかしい。小原の傀儡だからこそで目標を下方修正したから4バックを許容したんだろう。ダメだこりゃ、そりゃ弱いわ。という感想です。まあ、目標言っといて、それが達成できなかったら責任を問われることになるからな。そりゃそうなるわ。責任を取らない逃げの姿勢が東京をここまで落とすことになったとも言えるかもな。常に監督にだけ責任を押し付けて、自分たちは王様気取りだからな。3バックがオプションになった。で、シーズン半分かけてオプション作ってたのやばくね。ショルツが試合出る頃には手遅れだった。なんてことになってないことを祈るしかねえ。この GM の発言聞いたら、有能な日本人監督は来ない。松橋は監督経験も少ないし、東京からオファーがあれば監督受けるよね。松橋も謎采配はあるけれど、ある意味 GM の被害者かもしれない。キャンププラス、シーズン半分捨てて、ゴミみたいな3バックってオプションを作ってましたってことを。目標がオプション作ることだったのかな。開幕の時に4バックしてもまともなサイドバックも白井と長友しかいなかったからな。前もヒアン怪我したらまともなストライカーいなかったし、システム以前にメンバー構成が根本的におかしかったわ。ほぼアマチュア選手で、現場での指導歴がほとんどなくても GM になれるのが東京というクラブ。もうドロンパ GM のが絶対いい。小原は絶対俺はクビにならんだろみたいな緩さを感じる。危機感というものをまるで感じない。どこか達観的に現場を評価して補強すればいいんだろみたいなスタンス。まるで責任感を感じないよな。インタビューまとめ。攻撃の構築は時間がかかる。結果を見るとあれだけど、内容や選手個々の積み上げは一定あると評価している。積み上げたのは失点だけではないだろうか。目標は言いませんが、応援よろしくお願いします。目標は言いません。そんな理屈通るの？阿部、小川両選手は戦力、人数、予算、さまざまなもので獲得を見送らざるを得なかった。非常に残念。それをなんとかできなかったのはあなたのせいですよね。何とかするのが GM の仕事ですよね。チームとして一つ3バックというオプションを持てたのは大きなこと。キャンププラスシーズン半分捨てて3バックってオプションができました。クラブ J2 降格しかかってるんですけど、松橋さんの新潟で作ってきたようなフットボールをすべて FC 東京に持ち込んでそのサッカーをするわけではない。
我々の持っているスピードある攻撃、特徴的な攻撃と、もう少しボールを保持して、しっかり相手の陣内に押し込んでいくようなところは、うまくできていた試合も一定あったが、それが安定的に出せていないというのは事実としてある。つまり松橋監督のやりたいサッカーではなく、 GM にとって都合のいいサッカーとやらを強制されてきたってこと？もしかしたら3バックも。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録、コメントもぜひよろしくお願いいたします。